こんばんは。涼を求めていらした皆さんへ、一つ雨の夜にまつわる話をいたしましょう。江戸後期、街道筋の小さな宿場で、雨が降るたびにあんどんが中から濡れてしまうという不思議な旗子がございました。人はそれを濡れあんどんの宿と呼びましてな。舞台は武州と新州を結ぶ脇街道。大名行列が通る表街道ではなく、飛脚や行商が使う細い参道沿い。峠下の茶屋を兼ねた旗の柳屋。季節は夏の長雨。土砂崩れ続きで客はまばら。ところが雨夜には必ず宿のあんどんがぐっしょり濡れ、翌朝には客の荷が一つ減る。そんな噂が流れ、ますます客足が遠のいておりました。その噂を耳にしたのが江戸の絵蔵修理正吉。珍しい話と聞けばげにして売れる。彼はあえて雨が降りそうな日に柳屋へ泊まることにいたしました。へえ、これが噂の宿か。湿っぽいこと。あんどんも濡れる？中に水でもこぼすんだろうよ。いや、旦那、うちじゃ拭いても夜半にはあんどんの髪がじっとり、油も薄まっちまってね。狐かタヌキのいたずらならいいんですがね。獣なら足跡が残るでしょう。明かりの油が薄まるってことは、何か液が混じる。旦那、ご冗談を。雨が強くなってきました。戸を閉めましょう。夜更け、板戸に叩きつける大雨。虫の声も消え、宿は早々に寝静まる。正吉は一人あんどんを見張ることにいたしました。この刻、廊下のあんどんの髪がポツポツと内側から濃いシミを広げてゆきます。上から滴ってはおらぬ。側面からも。どういうことだ。ふと背に冷たい風。振り返ると畳の上に濡れ跡。旅跡が2歩3歩あんどんの前で止まり、跡が消える。誰かいるのか。数が青に。翌朝、昭和の宿泊帳を見た正吉は首をかしげました。その夜、泊まった客は4人と記されている。だが実際には正吉を入れて5人いたはずなのです。おかみさん、昨夜の旅侍は？侍、そんな方は。旦那、夜中に女の人の影を見ましたよ。濡れた着物であんどんのそばに。正吉が聞き込みを重ねると、2年前の夏、山崩れで川が氾濫し、旗の近くで流された旅人が数名行方知れずになったという。身元のわからぬが一つ柳の根元に引っかかっていたが、お上は忙しさに紛れ寺に運ぶ前に名前も聞けぬまま埋葬してしまったらしい。あの時は村中が土砂で、誰が誰やら宿帳も流されて。正吉は再び雨夜を待ち、あんどんの前に障子紙を新しく貼り、紙の裏に墨で細い格子を書いておきました。もし水が染みれば模様で入り口がわかるという工夫です。真夜中、格子模様の中心部が濃くにじみ、その輪郭が指の形に広がる。あんどんの紙越しに濡れた指が内から押し当てられているかのよう。ここに書いて。名をか？お前の名を？名がなければ数に入らぬ。正吉はあんどんの紙が破れぬよう慎重に開き、濡れた油皿の雨水混じりの油を墨に取り、宿帳の墨にこう書き記しました。今日はもうね、雨流れ女、無縁、あんどん前にあんす、なしらず、仮に、てる。その瞬間、あんどんの濡れがすっと引き、火が一度揺らめいてから静かに灯り続けました。廊下に残った濡れ跡は朝まで乾くことがなかったと言います。それ以降、柳屋では雨夜でもあんどんが濡れることはなくなった。旅人が亡くなった日には必ず宿帳に仮名でも書き残す。無縁仏をまとめて供養する
アンドン供養の風習が生まれ、村は逆に霊験新たかと評判になったとか。雨の夜、古い宿のアンドンがじっとり濡れていたら、そこにはまだ数に入れてほしい誰かが立っているのかもしれません。あなたの旅先で似た話を聞いたことはありますか？コメントで教えてください。This moment feels like it never ends.